Okay, today's topic, how to let your fear go. So we tend to feel scared in that situation. So how can we let it go? はーい、こんにちは。ライフソウルデザイナーやすよです。今日も純子さんとお届けします。今日のトピックは、あなたが恐れから逃げられない理由みたいな、そんなことについて話したいと思います。はい。いやー、恐れ、人間はついつい恐れを見ちゃいますね。ねね、なんか、これってなんでなんだろうね。これ癖かな。なんか、うんそれが怖いと思った時にそこにフォーカスすることに、なんか逆にこう安心する側面もあるんですよね。慣れてるからかな。ああ、そうですね。長年共にしてきたからね。そう。そっちの自分の方がどっかで安心な自分もいるかもしれない。でも人間ってすごい面白いんだけど、その恐れを、不安とか恐れを見てる時も、もしくは自分が望む方を、夢とか希望とか理想とかを見た時も、こっちにも恐れを感じてる場合が多いよね。どういうことですか？なんかこう、どうせうまくいかないし、なんていうのかな。その不安とか恐れでこうなったらどうしようとか、自分はもうこの先どうなるんだろうっていう方を見てる方も、もちろん恐れてるんだけど、自分がその望んでる方が叶ってしまうのもどっかで怖かったりするんですよ。ああ、それね、そうですよね。なぜなら、なんて言えばいいんだろう。今までの自分じゃなくなるからっていうこともあるでしょ？はい。そっちの自分の夢とか理想とか、今の自分じゃない自分になっていくことも怖かったりするんだよね。要するに、なんて言うんだろうな。変わることが人間って怖いんですよね。怖いです。どっちにせよ。その望んでる方に行くにせよ、望んでない方に行くにせよ、変わることが怖いみたいな。なんか、ところはある今ね、よね。大きく時代が変わりそうな、なんか空気感じゃないですか。はい。それがね、もう怖くてたまらなかった。いずれにせよ変わらなくちゃいけないわけっていう。そう。だから、よくなるのも、よくならないのも、どちらにせよ変わらざるを得ない状況に今来てるから、そこがその人類のその人間の集合意識レベルでもすごい怖い状態になってるんだよね。そうですね。なので、まず分かっておいてほしいことは、人間は変わることをすごい嫌がる、怖がるものだっていうことがまず一つ。それ自分だけじゃなくて、全員そうだっていうふうにまず分かると、ちょっと安心するかなと思います。でもなんか多くの人がさ、コロナの元の生活に戻りたいとかよく言うじゃない？あ、言ってるんですか？言う人多いですよ。そうなんだ。だから今までのほら、自分が想像できる、その想定内の生き方に戻りたい。だってその方が安心安全だもんみたいな感じ。だけど、それはその求めてることではないよねってことに気づくことが大事なんですよね。そもそもじゃあ今回のコロナとか関係なく自分が慣れ親しんできたその自分の生き方っていうかライフスタイルが本当に望んでるものなんだっけっていうか、慣れてるし楽だしその想定内だし、このやり方だったらとりあえず生きていけるけどでもそれで本当にいいのかなっていうことになるんですよね。でもそこに今回のこれが来て、
その自分がキープしてたその現状維持ってものがままならなくなってきて、こうなった時に本当にみんなが不安で、みんなが変わることに対する恐れが湧き上がっていて、もうどうすんのっていうか、だからどうしたいのっていう問いかけが全員に来てるっていう感じの状況が今ってことだよね。はい。うん。でもこんなことが起きなくても、例えば私だったら、自分の人生もっとどうしていきたいんだろうなっていうのはずっと考えてるし、うん。うんうん。そっちが当たり前になってるので、その変わるのが怖いとかそういうことじゃなくて、自分の人生どうしたいんだろうっていうところがメインで生きてるから、うん。その変わることを怖くないっていうところじゃない、なんていうのかな、視点で生きてるって言えばいいのかな。うん。でもみんながこれからそうなっていってほしいための出来事に今なってるんじゃないのかなと思うんだよね。はい。うんうん。なので、恐れの方を見てしまうっていう話で戻すならば、どっちにしろ、私たちは、基本は変わることへの恐れがずっとベースにはあって、うん。でもそれを自分の中で、恐れと、これよく言われてない？恐れとワクワクっていうか、その自分が、どうなるんだろうみたいなものって、うん。エキサイティングな感じね。うん。エキサイティングになるってことは、恐れもそこに同時にあるってことだよね。そうですね。うん。で、現状維持はワクワクはしないわけじゃない？想うん。定内だし。うんうん。ってことは、何か新しいことにチャレンジする、自分の望んでる方を見るっていうのは、エキサイティング、ワクワクすると同時に、恐れも共に、その、伴っていて、うん。最終的にどっちを見るかで流れが変わるんだと思うんですよね。うん。恐れは絶対にセットなんだっていうことが分かるといいかも。なんか恐れないように、恐れっていう感情を味わいたくない、これを消すにはどうしたらいいかっていうことではなく、必ずセットで漏れなくついてきて、うん。でもどっちを進むかを自分がエキサイティングする方に、ワクワクする方に動き出せば、そっちに絶対に、流れがね、ついてくるっていうことなんですよ。はい。うん。結構だから、恐れてると、なんかこのうん、スパイラル的にぐる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 思考がしちゃうんですけど、うん。その時になんかこういう風にしたらいいよみたいなありますか？うんと、恐れってでもまだ起きてないことだよね。うん。起きてないことに対して恐れてるってことですよね。そう。うん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 。ってことをまずじゃあ自分で、感じるっていうか、今私が恐れてることって別に起こってもいないことに対して勝手に恐れてるんだよねっていうのをまず静かに観察する。うん。うん。で、なんでまだ起こってないことに対してこんなに恐れるんだろうねっていうふうに自分で思う。うん。でも、もし選べるんだったら、えっと、まだ起こってもないことで、起こってほしいことは何だろうって考える。うん。っていうふうにこうやって一個一個ステップを踏んでいくことが、すごい大事になってくる。うんうん。うん。うん。だから、どっちにしろ、自分が望んでることも望んでないことも、まだ起こってない状態の中で、私たちはぐるぐる考えてるわけでしょ。うん。うんうん。こうなったら嬉しいけど、こうなったら嫌だみたいな。うん。で、ジョーコちゃんの癖は、こうなったら嫌だっていう方を見ることが、もう定番になってるだけなんですよね。うん。うん。でも、
こうなったらいい、こうなったら嫌だっていうのは、どっちも見てる方向が違うだけで、両方ともまだ起こってない出来事に対して思ってることだから、どっちがいいとか悪いとかは本当はないんですよ。だからこうなったらいいなと思うことが、正解で、こうなったら嫌だなと思うことが不正解とかいう、その良し悪しではなく、自分が、ここで選べるんだってことをはっきり自分で分かるっていうのが大事。だから見たくないものを見ることを私がただ選んでるだけで、見たい方を選ぶってことを選ぶこともできるんだけど、でさてどっちを選ぼうかねって自分で聞いてあげて、で見たくない方を見るっていう風に自分が選択本当にそこでするのかしないのかっていう感じなんだよな。だ多分見たくない方を見る方をもう自動的にその考える余地もなく、勝手にそっちに向かっちゃう人がいつも自然に無意識に見たくない方を見る方をずっと選び続けてる自分がいるだけで、そこで一旦立ち止まって選択し直すことができるんだってことが分かれば選べるんですけど、どうですか？そうですね。でも選ぶ選ばないじゃなくて、本当瞬間的にそこに行くからね。でもそこを俯瞰できれば、その選択肢が見えてくるっていうことですよね。でも、癖っていうのは、その選ぶ選ばないっていう以前に、癖だからそこに行っちゃってるんだけど。そうだよね。選択する以前の問題、選択を超えてそっちを選んでるから、選んでる自分がいたら一旦選択できるところまで戻ってきて、でそっから選択し直すってことをすればいいかなと思う。で言っちゃってることに責めないってことです。なので前回の放送を YouTube でも喋ったかもしれないけど、自分との関係性を育てていくっていう、これはプロセスの、一つの練習だと思って、やってみるといいかなと思います。はい、ありがとうございます。In this channel, we provide intuitive consulting content. If you like it, please click like and subscribe buttons. Also, write down some comments so that we can see your feedbacks or questions. Thank you.